個人開発ツールを社内で勝手に使われてたから有料化した結果、個人ツールなんて使うな、商用利用は別料金だよね。これは趣味で開発した OSS ツールが会社の生命線になっていたことを知ったイッチのスカッとする話です。俺は都内の IT 企業でバックエンドエンジニアをしている26歳。仕事は普通にこなしてるつもりだし、特に問題もなかった。趣味でコーディングするのが好きでな。半年前に業務効率化のための CLI ツールを個人で開発して OSS として公開したんだ。おう、個人開発いいね。そのツールは API 開発でよく使う定型作業を自動化してくれるもので、コード生成、テストデータ作成、環境構築なんかを一発でやってくれる。 GitHub で公開したら結構スターついて嬉しかったな。最初は100スターぐらいだったんだが、今では500スター以上になってる。他の会社のエンジニアからも感謝のメッセージをもらったりして。いいじゃん、技術力あるね。500スターはすごい。で、そのツールを会社でも使い始めたんだが、めちゃくちゃ作業が早くなって効率が上がった。同僚にもこんなツールあるよって軽く教えたら、みんな喜んで使ってくれるようになった。イッチさん、このツール神ですね。よかった。役に立ててるなら嬉しいよ。こんなの作れるなんてすごいですよ。いやいや、自分が楽したいから作っただけだよ。これのおかげで残業が減ったわ。俺も先週は定時で帰れましたよ。以前は夜10時とかまで作業してたのにな。マジで生産性が5倍くらいになった気がします。それは言い過ぎだろ。いいや、マジだって。手作業でやってた時は1件30分かかってたのが、今は5分で終わるからな。みんな幸せそうでいいね。俺としても自分のツールが役に立ってるのは嬉しかったし、みんなの生産性が上がればチーム全体のためにもなるしな。ところがここで問題が発生した。俺の直属の上司 M 課長が突然俺を呼び出したんだ。あ、嫌な予感。おい、お前最近生産性が低いぞ。そんなことないと思いますけど。他のメンバーと比べて明らかに作業が遅い。同じ時間で他のやつは倍の量をこなしてるぞ。いや、そんなはずは。どういうこと？その瞬間、俺は気づいた。他のメンバーは全員俺が作ったツールを使っている。だから作業が早いんだ。あ、そういうことか。でも俺はツールを使わずに手作業でやってたから、相対的に遅く見えるってわけか。なんでツール使わないの？俺は手作業の方が細かい調整ができるから、あえて使ってなかったんだよ。それに自分のツールの品質を確かめるためにも手作業で確認してた。言い訳はいい。結果が全てだ。でも俺の仕事の質は他のメンバーと同等かそれ以上です。質がどうとか知るか。数字で見て遅いんだよ。質より量だ。数字が全てなんだよ。それは開発現場の管理として間違っています。黙れ。お前に管理のことがわかるか。次の評価は下げさせてもらう。ちょっと待ってください。結果が全てだ。お前は他のメンバーより劣ってる。それが事実だ。面談が終わって自分の席に戻ると、なんだか無性に藁が立った。イッチさん、大丈夫ですか？はあ、ちょっと課長に怒られてな。え、なんでですか？イッチさんの仕事、質高いのに。生産性が低いって言われた。はあ、ありえないでしょ。俺らイッチさんのツールのおかげで早く終わってるだけなのに。それを課長走らないんだろうな。課長って技術は買ってないですもんね。ただの管理は竹の人だからコード書けないし。無能上司あるあるだな。まあとりあえず今は仕事を続けるしかないか。評価面談から数日後、課長から再びメールが来た。件名はプロジェクト体制変更について。嫌な予感しかしない。お前、次のプロジェクトから外すことにした。どういうことですか？生産性が低いんだから当然だろう。でも俺はこれまでずっとプロジェクトに貢献してきました。それは過去の話だ。今のパフォーマンスが全てだ。お前みたいな低スキルなやつは保守業務でもやってろ。それは納得できません。不満があるならやめてもらって構わないぞ。席
戻ると同僚たちが心配そうに集まってきた。一致さん、何があったんですか？次のプロジェクトから外されることになった。え、そんな。課長、一致さんが作ったツール使ってるくせに何言ってんだ。課長はツールのこと知ってるのか？いや、技術的なことは全然分かってないと思います。あの人、コードレビューも見ないし GitHub も見てないし、ただ結果の数字だけ見て判断してるんですよ。典型的な無能管理職だよ。俺たちが楽できてるのも一致さんのおかげなのに。そうだな。その時俺はある決心をした。最悪な上司だな。俺たち課長に説明した方がいいんじゃないですか。一致さんのツールがどれだけ役立ってるか。いや、やめといてくれ。でも、お前らに迷惑かけたくない。それに俺には考えがある。考え？家に帰ってから俺は自分のツールについて調べ始めた。まず GitHub のダウンロード統計を確認。会社の IP アドレスからのダウンロードが月に500回以上。つまりチーム全体が日常的に使っているってことだ。500回ってすごいな。次にライセンス条項を確認した。俺のツールは MIT ライセンスで公開してた。だから誰でも自由に使える。でもライセンスは変更できる。何か始まりそう。めちゃくちゃ使われてるじゃん。次にツールのライセンスを確認した。公開時に設定したのは MIT ライセンス。これは自由度が高く商用利用も可能なライセンスだ。これは商用利用も可能だが、著作権者である俺にはいつでもライセンスを変更する権利がある。新しいバージョンからは別のライセンスにすることができる。そして現在のツールには自動アップデート機能がついている。あ、つまりライセンスを変更して商用利用を有料化すれば会社は自動的にライセンス違反状態になるってわけだ。翌日、俺はいつも通り出社した。そして昼休みに同僚たちに声をかけた。実はみんなに話があるんだ。どうしたんですか？俺、会社を辞めることにした。展開早いな。マジですか？もう決めた。それでみんなに伝えておきたいことがある。俺が作ったツールなんだけど、近いうちにライセンスを変更する予定だ。ライセンス変更を。商用利用には別途契約が必要になる。個人利用はいまま通り無料だから安心してくれ。ってことは会社で使うのは？そういうこと。まさかそれって課長への反撃か？まあそんなところだ。これは面白くなってきた。そして運命の日がやってきた。俺は GitHub のツールリポジトリを更新し、ライセンスを変更した。新しいライセンスは商用利用には事前の契約と料金が必要というもの。そして新バージョンをリリース。自動アップデート機能により社内の全ツールが一斉に更新される。よくやった。完璧な布石だな。更新完了後、ツール起動時にライセンス警告が表示されるようにした。これは会社パニックになるぞ。完璧な作戦だ。出社するとオフィスがざわついていた。あれ、ツールが動かない。こっちもライセンス警告が出てる。商用利用には別途契約が必要です。で、どういうこと？あ、これ一致さんが言ってたライセンス変更だ。始まった。俺は何食わぬ顔で席に着いた。一致さん、これどうすればいいんですか？個人利用なら問題ないよ。ただ会社のプロジェクトで使うなら会社が契約する必要がある。うわ、これツール使わないと仕事にならないんですけど。手作業に戻すなんて無理です。時間かかりすぎます。今日の作業予定全部遅れますよ。クライアントへの納期間に合わないかも。このツール、どれだけ俺たちの効率上げてたんだ。本当に一致さんには感謝しかない。そして午後、案の定課長から呼び出しがあった。おい、お前のツールが使えなくなったぞ。ライセンスを変更しましたからね。何勝手なことしてるんだ。俺のツールなんで俺が決めることですよね。
チームの業務に支障が出てるんだぞ。それは困りましたね。は？勝手なことするな。いえ、あれは俺の個人的な著作物です。業務時間外に趣味で作ったものなので、会社のものではありません。そんなこと言ったってみんな困ってるんだぞ。でしたら、会社として正式に商用ライセンス契約を結んでください。契約？詳細は法務部に説明します。ちなみに現在会社がライセンス違反状態で使用しているので、早めに対応していただかないと法的措置も検討せざるを得ません。法的措置だと？課長は慌てて法務部に相談したようだ。そして法務部から俺に連絡が来た。ツールのライセンスについて確認させてください。はい、こちらが契約書の案です。俺は事前に弁護士に相談して作成した契約書を提示した。これはかなりしっかりした内容ですね。確かにこのツールは完全にあなたの個人的な著作物ですね。業務時間外に個人 PC で開発され、会社のリソースも一切使われていない。はい、すべて個人の時間と費用で開発しました。となると会社としては契約に応じるしかありませんね。現在ライセンス違反状態で使用していますし、契約していただければ今後もサポートやアップデートを続けます。むしろ会社専用の機能追加なども検討できます。ちなみにライセンス料はどの程度想定されていますか？月額50万円を考えています。50万、それはなかなかの金額ですね。このツールがないとチームの生産性が5分の1になります。人件費を考えれば格安だと思いますよ。それはむしろ良い条件ですね。確かに代わりの人員を雇うことを考えれば安いですね。イッチの完全勝利じゃん。役員会議に呼ばれた。会議室には社長、法務部長、人事部長、そして課長がいた。君が作ったツールの件だが、法務部から報告を受けた。現在チーム全体がそのツールに依存している状況だそうだね。はい、そのようです。 M 課長、君はこの件を知っていたのか？いいえ、全く知りませんでした。チームマネージャーとしてメンバーがどんなツールを使っているかも把握していなかったのか？それは課長務が呼ばれた。さて本題に入ろう。君のツールについて会社として商用ライセンス契約を結びたい。ありがとうございます。ただし君には条件がある。はい、いくつかあります。まず年間のライセンス料として月額50万円、年間600万円。50万、年600万か。社長、このツールがなければ開発効率が半分以下になります。人件費を考えれば十分に妥当な金額かと。分かった、これは承諾しよう。次に俺の処遇についてです。正当に評価されていない状況は改善してほしい。具体的には？ M 課長の下で働くのは難しいです。技術を理解せず数字だけで判断する管理は開発現場にとって有害です。ちょっと待て、私は正当な評価をしただけだ。俺の作ったツールを使って生産性を上げたメンバーを評価し、ツールを作った俺を低評価にするのが正当ですか？それは私は知らなかった。知らなかったでは済まされない。 M 課長、君はどう思う？それは俺は悪くない。 M 課長、君は管理職失格だ。チームの状況も把握せず優秀なメンバーを不当に評価していた。君は降格とする。そんな。そして君には課長に昇進してもらう。君には技術力もありチームのことも理解している。メンバーからの信頼も厚い。給与は年収100万円アップ、そしてライセンス料も払う。ありがとうございます。大逆転じゃん。年収100万アップ+ライセンス料600万。会議の後、同僚たちが祝福してくれた。イッチさん、昇進おめでとうございます。これからは課長としてよろしくお願いします。ありがとう。これからもよろしく。ツールは今後も使えるんですとね。もちろん会社がライセンス契約したからな。それにこれからも機能追加やサポートを続けていくつもりだ。わーい。実は次のバージョンで CICD 連携機能も追加する予定なんだ。マジですか？
それめちゃくちゃ便利じゃないですか。イッチさん、さすがです。これで俺たちもっと成長できそうです。技術は勝ってる上司の下で働けるって最高だわ。よかった。これからもお世話になります。ちなみに元課長はどうなったかって？そういえば最近見ませんね。合格されて別部署の平社員になったそうだ。マジですか。給与も大幅にダウンしたらしい。それはざまあですね。あの人技術のことも理解してなかったし、ただの数字マネジメントだけだったからな。自業自得だと思うがな。完璧な逆転劇だったな。技術者をなめるとこうなるっていう見本だわ。ライセンスで逆転とか賢すぎる。月50万稼げて昇進とか最高かよ。一気かっこよすぎる。無能上司の末路として完璧だわ。というわけで俺の話は以上だ。最後まで読んでくれてありがとう。虫をつ。面白かった。スカッとした。イッチグッジョブ。こういう話大好き。